近くて食べ物が美味しくって人気の旅行先、台湾。グルメ情報は溢れていても、子供向けの遊び場の情報ってちょっと少ないですよね。ということで、今回は小さな子供を連れた台湾旅行で、台北市内を中心におすすめのスポットを紹介します。台北市内を走る、いわゆる地下鉄のような MRT の駅の近くや、または駅からタクシーですぐたどり着けるようなアクセスが良くって、そして子供だけではなくって大人も一緒に楽しめる場所を厳選しました。私は親族が台湾に住んでいることもあって、子供を連れて台湾へ行ったことが何度かあり、今回紹介するうちの多くが実体験ベースになります。動画の最後にはちょっとした注意点、アドバイスもお話ししています。ぜひ最後までご覧ください。本題に入る前に、まず台湾に着いたらこれを買うべきという旅の初めに買っておくとおすすめなアイテムを紹介しておきます。現地の交通カードです。台湾の交通カードはヨーヨーカーと呼びます。MRT やバスに乗った時に使える交通カードです。日本のスイカやパスモのようにコンビニとか博物館でチケットを買う時にも使えるので、1人1枚あると便利です。ちなみに身長115センチ未満の子供は大人と一緒に交通機関を利用するときは無料になるので、カードは不要です。また115センチを超えていても、年齢が6歳未満でしたらその場合も無料になります。6歳以上12歳未満の子供は小児運賃が適用されますので、カードを購入するときに子供料金のヨーヨーカーが欲しいと伝えてください。大人の一般カードも小児運賃のカードもセブンイレブンやファミリーマートなどのコンビニ、または MRT 駅のカウンターで購入できますが、小児運賃用を購入するときは身分証を求められることもあるので、パスポートを持っていくと良いと思います。MRT やバスを使ったときにこのカードでお金を支払うと、子供用のカードは自動で小児運賃が適用されます。こういったカードタイプの他に、最近はこんなキーホルダータイプのものも現地で流行っています。このキーホルダータイプのものを買っても、カードと同じように改札でピッとかざすとお金が支払えます。それではいよいよ本題。台北市内で子供と楽しめるスポットを紹介します。一つ目が市内にある遊園地、児童新楽園です。台北市立の遊園地で、スタンダードな遊園地のアトラクションから雨の日でも楽しめる屋内の遊び場までいろいろあります。入場料だけ払って入って、アトラクションに乗りたい時だけまたお金を払うこともできるし、あとは主要なアトラクションが乗り放題になる1日券もあります。そして先ほど紹介した交通カード、ヨーヨーカーを使って支払いができるので便利です。敷地内には売店やフードコートもあるので半日は遊べると思います。あとはこの遊園地の隣に実は科学館も隣接されていて、ここも子供は楽しいらしいです。雨の日はこっちに行ってもいいかなと思います。最寄りの MRT の駅からは 1.5 キロぐらいとちょっと離れているのですが、タクシーを使うとすぐに到着します。2つ目がパイナップルケーキ作り体験です。これは私もまだ参加したことがないのですが、駅からのアクセスが良くって、しかも外国人観光客も結構参加しやすそうだったので紹介します。日本にもお店があるゴーユエンイーという台湾のお菓子屋さんの店舗が夜市で有名なスーリン駅の近くにありまして、英語や日本語など多言語に対応しているらしくって、各国から口コミが上がってきています。事前に旅行ツアーの予約サイトなどで予約をして直接現地に行けばいいようです。パイナップルケーキが焼き上がるまで待っている間はチャイナドレスの試着とか台湾の文化体験もできるそうです。ちなみに KKD とかクルックとかベルトラとかはパイナップルケーキ作り体験の予約しか出てこないのですが、このゴーユエンイーの中国語のホームページから予約画面に行くと、パイナップルケーキ以外にクッキーなどの他のお菓子作り体験もありました。クッキーとかの方がいいなという方はそちらから予約ができると思いますが、もしかするとパイナップルケーキ作りだけが多言語対応で、他のお菓子作りは中国語の説明がメインになるかもしれません。3つ目がマオコンのロープウェイです。マオコンって猫に空って書いてマオコンと読むんですけど、別に猫がいるわけではなくて、ここはお茶の産地になります。ロープウェイに乗って山頂まで行くと、
お茶を出してくれる茶芸館やレストランがあります。ロープウェイに乗るときにおすすめなのがクリスタルキャビンという床が透明になっているタイプのゴンドラです。追加料金がかかって普通のゴンドラよりも台数が少ないのでちょっと並ぶのですが、スリルを楽しみたいお子さんはこちらに乗るのも楽しいです。始発の動物園駅から山頂のマオコン駅までは20分から30分ほどでベビーカーも乗せられます。昼間に乗ってももちろん楽しめますが、夕暮れ時は山頂の方から台北市の夜景が見えてさらに綺麗です。定休日の毎週月曜に加えて悪天候の日も運休になったりするので、事前にホームページで運行状況を確認するのがおすすめです。中国語にはなるのですが、運行状況がすぐにわかるホームページを概要欄に載せておきます。あと週末などの休日は人がすごい多くて並ぶので、平日に行くのがおすすめです。ちなみに私は行ったことがないのですが、終点のマオコン駅から少し歩いたところに、子供の遊び場とかおむつ替え台が完備されたキッズフレンドリーなレストランがあるようですので、こちらも概要欄にリンクを載せておきますのでご参考ください。清潔の清に泉の広場と書いて、日本語読みで清泉広場と読むレストランです。他のマオコンのカフェとかレストランで子供のおむつ替えスペースがない時も、お店の人におむつを替えたいと伝えると、ちょっとしたスペースを貸してくれることもあるので、本当に困った時は聞いてみてください。ただ、ロープウェイの駅のトイレにおむつ替え用の台があって、あと駅員さんに言うと綺麗な授乳室を貸してもらえます。駅から外に出ると結構な山の上なので、小さいお子さんは駅に着いた時に用を済ませておくのが安心です。ここでおむつ替えや授乳室を利用したい時に使えるフレーズを載せておきます。4つ目が国立博物館です。台湾で有名な博物館といえば故宮博物館が定番ですが、もっとアクセスが簡単で子供も楽しめるのは台北駅周辺にある博物館です。台北駅とか駅の近くの228和平公園の周辺に4つの中規模の博物館がテーマ別に点在しています。このうち古生物館という建物は大きな恐竜の骨の剥製が展示されていて、恐竜好きな子供が楽しめます。そして古生物館の建物自体はもともと日本統治時代の銀行がリノベーションされたもので、大人もレトロな雰囲気の中で近年の歴史に触れることができます。もう一つが鉄道博物館で、こちらは台湾の鉄道についての展示があって、全体の規模は小さめですが、こちらも子供が遊べるスペースがいろいろとあります。この鉄道博物館の建物も清朝時代の遺跡を元に作られていて、外観も博物館の中も写真映えします。そして228和平公園の中にある立派な建物は国立博物館の本館になっています。ここの博物館は地下が子供向けのフロアになっています。絵を描くとそれが壁に映る仕掛けがあったり、原住民の衣装を着て写真が撮れたりと楽しいです。この建物は外から見ても重厚感があって立派ですが、内装もとっても綺麗です。博物館ごとにチケットを購入できますが、複数回れるお得なチケットもあるので、購入時に確認してみてください。あとは228和平公園内の本館と恐竜が展示されている古生物館は一本道を挟んですぐ向かいにあるので、片方のチケットを購入するとどちらも見て回ることができます。5つ目が国家鉄道博物館です。実はこちら去年できたばっかりでまだ行ったことがないのですが、先ほど紹介した台北駅近くの鉄道博物館よりも規模が大きくって、鉄道好きの子供はかなり喜びそうな場所だと思ったので一緒に紹介します。こちらは台北ドームや台北101があるようなエリアに位置しています。電車がたくさん展示されている他にも、ミニ電車に乗って実際に移動することもできます。また小さな子供向けの室内の遊び場もあるようなので、今回私もぜひ行ってみたいと思っています。ただし、ミニ電車の乗車体験は入場料とは別にチケットが必要になります。ウェブサイトで事前予約ができて、もしかすると当日はもう満席なんて可能性もあるので、行く予定がある人は先に予約しておくと安心です。6歳未満の子供は無料なのですが、
予約サイトでは乗車人数をカウントするために6歳未満の子どもも0から5歳用の無料のチケットを選択する必要があります。以上になります。どこか行ってみたい場所はありましたでしょうか？最後に子どもを連れて遊びに行く時の注意点とアドバイスを3つお話しします。1つ目は、今回紹介した場所も含めていろいろな場所が月曜日は定休日となっています。月曜日が現地の祝日の場合はオープンしていることもあるのですが、その場合は翌日の火曜日が休みになったりします。あとは旧正月シーズンに行く場合も営業日がいつもと変わってくるので、旅行する時期に営業状況を確認すると確実です。2つ目は、ほとんどの施設で小さな子供はチケットの割引があります。その時に身分証の提示を求められる場合があるので、パスポートを持っていくと安心だと思います。ちなみに台北駅近くの博物館なんかは6歳から12歳の子供までは15元だけど、まだ小学校に入学していない6歳児と5歳以下は無料と、同じ6歳の子供でも値段が変わってきます。台湾は日本より半年早い9月から新学期が始まるので、日本の計算方法とも違ってきます。もし迷ったらスタッフに確認するのが良いと思います。あと3つ目が、室内の遊び場を利用するときですが、だいたいいつも子供も大人も靴下の着用を求められます。靴下を持ってない場合はその場で安く購入できるのですが、余計な出費になるので、サンダルで出かけるときも念のため靴下は持っておくと安心です。はい、これで本当に以上になります。このチャンネルでは、限られた休みで子連れ旅を楽しむ私が、旅にまつわる情報やパッキングのコツ、あとは旅行の Vlog など発信しています。今日の動画が役に立ったなと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。